宮古島、美しい海、伊良部大橋、リゾートホテル、多くの人が憧れる沖縄を代表する観光地です。しかし今、この島では観光開発の裏側で家賃の高騰や住宅不足が問題になっていると言われています。間もなく島のバブルが弾ける。その言葉は本当なのか。観光地として成長する宮古島で地元の人はこれからも住み続けられるのか。今回は実際に宮古島を歩き、この島で今何が起きているのかを確かめに行きます。こんにちは、翔です。今回僕はですね、今朝6時の那覇空港にやってきております。これからどこに向かうかっていうと、宮古島に向かっていきます。宮古島といえば美しい海、伊良部大橋、リゾートホテルのイメージが強いと思うんですけど、今回僕が見に行きたいのは観光地としての宮古島だけではありません。実は以前僕の動画にあるコメントが届きました。そのコメントには、宮古島では下地島空港や伊良部大橋をきっかけに観光開発が進んでいて、ホテルや飲食店が増えている。その一方で家賃が上がり、昔から島で暮らしていた人や移住してきた人がかなり住みにくくなっているという内容でした。中でも気になったのが、間もなく島のバブルが弾けるという言葉です。正直最初読んだ時はどこまで本当なのかわからなかったんですけど、ただ少し調べてみると、宮古島では観光客や観光収入が増えていて、ホテルの数もかなり増えていることが分かりました。さらに住宅不足や家賃高騰も行政資料の中で課題とされていました。つまり僕がいただいたコメントっていうのは単なる噂ではなくて、今の宮古島を考える入り口になるかもしれません。宮古島は本当に観光バブルの中にあるのか、家賃高騰はどこまで現実なのか、そして観光地として成長する島で地元の人は今後も住み続けられるのか。今回は実際に宮古島へ行ってみて、この島で一体何が起きているのかを確かめに行きたいと思います。というわけで飛行機を待っていきたいと思います。というわけで、まずは宮古島にやってきました。本島と比べてもね、やっぱり宮古島はものすごく暑くて、日差しが差すように痛いですね。僕が今回訪れている宮古島市は、沖縄県の宮古諸島にある自治体で、宮古島だけではなく、その周辺の島も含まれています。人口は2026年5月末で約5万5千人。面積は約204平方キロメートルです。だいたい東京23区の3分の1ぐらいの広さに5万人の方々が生活している島と考えるとイメージしやすいと思います。そして今回のテーマで一番重要なのが、ここが単なる観光地ではなく、今も実際に多くの人が生活している街であるということです。観光客として訪れるとどうしても海とかリゾートとかに目が行きがちなんですけど、でもその裏側には家を借りて仕事をして買い物してっていう普通の島の生活ももちろんあると思います。その5万人規模の島になんと毎年100万人以上の観光客が訪れて、飲食店であったりホテルたちが増え続けている。そう考えると宮古島で起きている変化はただの観光ニュースではなくて、島で暮らす人たちの生活にも関わってくる話になります。今回はまず観光地としての宮古島が一体どういった風に変化しているのかっていうのをね、見に行きたいので、普段あんまりしないんですけど、まずはね、普通の観光をね、ちょっと楽しんでいこうと思います。よいしょ。最近中心部結構開発とかすごいですか？建築バブルです。人手不足だから、よそからみんな来てるから、アパートマンションが高い。どのぐらい値上がりしてるんですか？いやもうワンルームで10万というところもザラだし、めっちゃやれ迷惑なバブルです。やっぱ迷惑に感じるんですね。建築単価がもう150万って言ってるからね、坪150万。恐ろしい。4000万って言ってます。やれ迷惑です。本当にすごいな。建築ブームも公営住宅もすごい今流行ってるんですよ。やっぱ流行ってるんですね。これもみんなよそから来てるからね、大体ですよね。大体普通は10年一牧しで言うじゃないですか。はい。宮古は3年一牧しになってます。そうですよね。なんか急に発展したんですよね。だいぶ変わってきてますよね。右北グルでポンポンと言ってるからね。もう居酒屋もほとんどよそからの方がやってます。地元の人は少ないですよ。あ、そうなんですね。昔は居酒屋
500円でえ2時間ぐらいでやったら今4、5千円って言ってるからね。もう2倍ぐらいになってるんですね。あ、そうだ。商店街のあったあの辺はもうほとんど観光のお客さん、予約じゃないと入れない。それは地元の人からしたらちょっと困りますよね。ですよ。とんでもない。若者がいない。あ、若者もいないんですか？若者が生活できないって言ってみんな出て行っちゃってる。男の20歳ぐらいの子供はいないけど、高校までしかないんですよ。じゃあみんなその上がないから結局は島出ちゃうんですよ。うん。あそこで卒業して就職してもらったらもうなかなか帰ってこないからね。今の状態じゃ帰ってこいとも言えないし、若い夫婦に聞いたら家賃払うよりは買ってローン払った方が安いって言って、ああ、そっか。買ったと言って、であも買ったはいいけどこれもう何十年の支払いですからね。あ、そうですよね。恐ろしい。この宮古島、やはりレンタカーがないと移動するのがかなり大変なので、まずは翌日に宿泊させていただく宿にレンタカーを借りに行きます。こんにちは。 3日間。 3日間で。はい。いや、お姉さんはどこかから移住されてきたんですか？あ、そうです。そうです。あそうなん私和歌山から。なんか家賃めっちゃ高いとこありますか？そうです。宮古島だから私ここのスタッフを住み込みでやってまあ、す。住み込みでやってるんだ。そうです。ここのゲストとかも、うん多分他で自分で借りるのが高いし、ですよね。多分ないからやと思います。部屋がないってことですか？う高すぎて。うん。賃貸もない。数が少ないやと思いまああ、お姉さんなんでここに移住してこようと思ったんですか？す。なんか初めは旅行でみたいな感じで、はのつもりで来たんですけど、うんいいなと思って。い。やっぱり魅力的でした。そう、いろんなはい。南の方の島を、うんまあ、石垣とか、はいまあ、いっぱいん行ったんですけど、はいここがいいなと宮古があ。あ、やっぱ宮古島が一番いいんですね。そうなんですよ。初め南へ行けば行くほど海が綺麗やと思ってたんですけど、そうでもなくて宮古が綺麗だかあ、ら。宮古島は綺麗なんです。そう、あと人がうんいい、他の島と違うんですか？うん、人はいいのかもしれないけど、うん。一回石垣にも住んだんですあよあ、。そうなんですね。石垣は本当ザ観光みたあいな。あ、こっちの方が島のゆるさが、あっちはもう観光地として、まあそうですよね、ちゃん確かに。ちゃんとしている。うん。ちゃんと宮古島ちゃんとしてないんですか？ゆるさはああ、そっか、まあ、そ島っぽさっちのがいいですよね。ありがとうございます。はい、じゃあまた明日お願いします。こちらこそはい。というわけで今レンタカー借りてきました。空港からレンタカー借りるまでの間にいろいろお話伺ったんですけど、やっぱりこの宮古島で起きてること結構深刻みたいですね。タクシーの運転手の方は地元の方で、やっぱり観光客が来すぎて家の値段がめちゃくちゃ上がってて、もう地元の人からしたらもう大迷惑みたいなお話されてましたね。でレンタカー借りる時もお姉さんにお話伺ったら、部屋もないし家賃も高いからもう住む場所がないから、僕明日宿泊させていただく場所なんですけど、その場所で住み込みで働きながら、この宮古島で生活しているっていうお話をされていて、住宅不足だったりそれこそ家賃の上昇だったりっていう問題がね本当に起きてるんだなっていうのをいきなり来て感じることができました。そんなね暗い話は置いといて、とりあえずはねまずこの宮古島の魅力をお伝えしていきたいと思いますので、ちょっとね街の中車走らせていこうと思います。まずはね海の方にやってきたんですけど、これマジでちょっとびっくりだわ。見てくださいこれ、ほらこの目の前に広がる青すぎる、これが宮古ブルーと言われる海ですよね。すごい青いな。うわ綺麗で、目の前に大きな橋が見えると思うんですけど、あれは伊良部大橋という橋で、2006年に着工して2015年に完成した橋です。で長さは約3540メートルで、ものすごく綺麗な景色が広がる橋になってるみたいです。後からねあの橋も車で走っていこうと思うんですけど、もうねここから見るだけで美しすぎる。なんか美しすぎてマジ涙出そう。こんな透き通ってる海ある？本当に透明。いやーいいね。この何でもない何気ない浜がこれだけ綺麗っていう、いやー恐るべし宮古島。もう水の温度もちょうどいいね。うわー泳ぎたいな。
そしてこのトゥリバー地区では2023年にあの有名ホテルもオープンしました。巨大な建物、あれ実はヒルトンです。でこっちにはね、ヒルトン系列のキャノピーもあって、もうここのトゥリバー地区はね、もうヒルトンに侵略されたような巨大な2つのホテルがここにあります。1泊なんと6万円以上します。休日とかに泊まると下手すると10万円を超えるっていうすごい高いホテルですよ。いや、宮古島にこんな立派なホテルがあるんですよ。街中を見てみてもね、高い建物全然ないんですけど、むしろこのキャノピーとかヒルトンが一番高さが高いかもしれないぐらいでかいホテルになってますね。このトゥリバー地区っていうのは近年開発が急速に進められている場所で、もしかしたらこの先もまた新しいホテルたちがここにたくさん誕生するかもしれないですね。すごいな、この橋は美しすぎるぜ。伊良部大橋を抜けて伊良部島に入っていきます。伊良部島に入ると一面に広がったサトウキビ畑が迎えてくれます。今伊良部大橋を渡って伊良部島を通って下地島の方までやってきました。で観光地の方やってきたんですけど、車の数がすごい。駐車場がねこれだけしかないんですけど、もうずっとね向こう側まで路駐されていて、やっぱりね宮古島の観光地すっごい人たくさんですね。人気な理由が分かりました。見てください。うわー、とんでもないぐらい美しいでしょ。白い砂浜と青い海という言葉がまさに合うような美しい景色が広がっていて、これはね観光客すごいたくさん訪れる理由も分かりますね。なんかこうやって海を眺めてるだけで一日終わりそうですね。そのぐらいゆっくり時間が流れてます。ここは下地島空港のすぐ隣にある17エンドっていう観光地なんですけど、ここ本当に空港のすぐ横にあるので、すごい綺麗な海を一緒に見ながらその飛行機を一緒に見れる観光地っていうので、観光客の方すごいたくさんいらっしゃいますね。飛行機降りてこないかな。あ、なんか飛行機見えるぞ。もしかしたらあれ降りてくるかな。めちゃくちゃ大迫力だった。すげえ。ここがかわいいな。ああ、かわいい。ハロー。ハロー。というわけで今宮古島の中心部ではないちょっと離れた郊外の方を歩いてるんですけど、やっぱりこうやって実際に人々が生活している場所に来ると、この土地には一体どういった方々が暮らしているとか、どういった生活をしているのかっていうのが見えて非常に楽しいですよね。こういった沖縄らしいコンクリート作りの家がすごいたくさんあって、やっぱり沖縄台風が多いからしっかり頑丈に作らないと一緒に飛ばされるっていう。宮古島観光客ものすごく多いと言われてますけど、こういった実際にちょっと離れた人が生活する場所に来るとものすごく静かです。本当に風の音と鳥の声と葉っぱ同士が擦れ合う音しか聞こえないっていう。やっぱり沖縄って本来こういう自然が魅力的なんだよな。今日
今日宿泊するのは宮古島の下地与那覇にあるゲストハウス宮古島です。宮古島で初めてのゲストハウスとも言われる歴史ある宿です。建物は築50年以上の古民家で、内装はオーナーご自身の手で少しずつリノベーションされてきました。新しく建てられたリゾートホテルとは全く違いますが、ここには昔からの宮古島の家に泊まるような温かい空気があります。そして今回このゲストハウス宮古島のオーナーである平田様に、宮古島の観光の変化、家賃の高騰、そして島で暮らす人たちの現実についてお話を伺うことができました。ここって開業されて何年ぐらいなんですか？2001年なんで、はい、26 26年26年ですね。元からも生まれも育ちももう宮古島なんですか？いや、僕は宮古出身ではないです。どこから来られたんですか？京都。京都から来られたんですか？そうです。26年前に民宿をやろうと思ってこっちに来たわけではないですよね。一応そのアイデアを持って、自営業はしたかったのと、ずっとスキー場で働いてたんで、そうなんですね。インストラクターやってたんで、宿いいなって思いながら暮らしてたんですよね。全然観光化されてなくて、当時素通りな島でしたね。みんな石垣はみんな行ってたんだけど、有名だったから。25年前ってそんな感じだったんですね。全然人気なかったです。インターネットもなかったんでね、当時。あったはあったけど、95年ぐらいなんで、そんな簡単に検索とかなかったし、紙媒体の感じ。そうなんだ。今回このその動画撮りに来た理由っていうのは、宮古島の全体の家賃とかが2、3年ぐらいで2倍とか3倍ぐらいになってますね。やっぱなってるんですね。実際にそういうの聞かれてやっぱ聞きますか？聞くし、うちに長期で泊まる人もいたし、とにかく仕事で従業員とか、入れ込むのにアパートとかすらないみたいないう状況が、なんか2018年までそうだったんですよ。そういう需要がむちゃくちゃ増えたんで、いろんなところにプレハブだとかコンテナハウスとかめっちゃ増えたんですよ。見ました。むちゃむちゃあるでしょ。何でも作っちゃうみたいな。で、建築業が忙しくて一戸建てとかなんかちっちゃな建物とか請け負ってくれなかったんですよ、当時も。請け負ってくれないとか人が足りてないんで、結局建てたくてもお金あっても建てれないみたいな。お金あっても建てれないってあったんですそんな状態だったんですよ。僕ちょっと YouTube で動画上げてるんですけど、YouTube の動画のコメントで間もなく宮古島のバブルが弾けてっていうコメントいただいてて、僕このコメント見て宮古島本当にそんなことになってるのかなと思って今回来たんですよ。でも、ネットの情報だけ見たら、確かに家賃とかすごい上がってるから、実際にその島の住んでる人とかその島の商店街みたいなところ行けば分かるかなと思って今回来たんですけど、そういう実感みたいなのってありますか？おおむねそういう感じです。本当にそういう感じですね。まず家賃からいきましょうか。家賃はどのぐらいのクオリティのアパートなりなんなりを求めるかっていうことなんですよね。昔ながらの本当の古い間貸しみたいなところもあるんですよね。でやっぱ5万ぐらいとかではあるんですよね。昔は2万とかあったんですよ。1万とかありましたよね。本当に3万ぐらいになって5万ぐらいになって、今だと間貸して5万ぐらいのところはなんとかつてで探しあるかなみたいなところがあって、ワンルームマンションとかね、もう今時の1DK とかね、あの辺をちゃんとここ数年のやつで見つけようと思ったらやっぱ10万近くしますね。7万8万っていうのは当たり前っていうか、高いが10万超えるみたいな、立地にもよるんですけど、相手はいるんですけど高くて住めないっていう現状が。だって10万円で貸し出すのは島の人に向けて貸し出すんですか？働きに来てる人もだし、こっちに住めば島の人なんで、住民置くなり置かないのに関係ないと。例えばホテルに働きに来ましたと、募集で、だからどっかに住まないと用はありません。じゃあ自分で探すのか会社が探してくれるのかっていう話でしょ。なんで負担はいくらなのかってなった時に5万円負担します。5万円でボロくてもよかったらっていうところだったらそれで済むんですけど、でも綺麗なところ、今時の都会のワンルームマンションみたいなのを求めようと思ったら、やっぱり7、8万から10万、12万ぐらいするっていう。なるほど。給料に見合ってないかなみたいな。ハローワーク行ったら分かるんですけど、すごいやっぱり給料安いですよ。もう何の仕事か分かるじゃないですか、僕らの観光業とかホテルとか。それなりに気使ってね、昼間もずっと働いてね、25万ぐらいあんのかな、でももうちょっと欲しいよねみたいな。今の物価のこと考えたら25万じゃ足らないんですよ。ボンボン物上がってるんで。島に住んでたら
他の場所より物価も高くなります数年前の 1.5 倍ぐらいになっちゃってるんで、空き家も意外とめっちゃあるんですよ。空き家あるんですね。この辺もめっちゃあります。さっき車で通るとき、あれこれ空き家かなみたいなの何件かあります。すごいあるんですけど、貸さない売らないんですよね。なんかよくわかんないんですけど、こっちの人のマインドは。ボロッボロになるまで放置して解体して終わりみたいなことが、まあ一つは名義がややこしいっていうのがあるんですよね。先祖が何人かが名義持ってるとかね、土地を買おうとしたら分筆してある人が見つからなかったみたいな感じで諦める人も昔よくあったんですけど、不動産屋も追っかけられへんみたいな。飲食店は常に増えて減ってます。都会と一緒です。じゃあ例えば宮古島で40年やってますっていう飲食店とかはないんですか？もうね、ほぼなくなりましたね。そこはやっぱり本当です。昔からという安い居酒屋さんってあったんですよ。気に入って行っててね、やっぱボリュームがあってねみたいな、もうほぼ絶滅しましたね。逆に新しく安くやってるとことかも頑張ってやるんですけど長続きしないですね。やっぱもう今時安くではできないんで。その飲食店が増えすぎたせいで競争が結構激しくなったんですかね。まあ物価が上がったっていうのもあるし、あと競争が激しくなったっていうのもあっていうのは、で儲からない商売を普通にやってるっていうことなんで、そういう安いっていうそうですよね、安い家賃が上がったりね、物が上がればやっぱそれはやっていけないっていう、僕だってね、あんまり今の状態はいいとは思わへんし、そういう人も幾分いるやろうし、なんかもうちょっといい島やったのになって気はしますよね。やっぱそうですよね。そんな解雇主義に来たったんでしょうがないんですけど、時代は変わっていくんで、観光化されてみんながお金を落としていくっていうことはいいことには違いないんでね、これを否定してたって始まらないし、じゃあお前が儲かってないだけちゃうんって言われたらおしまいなんですけど、まあそれは確かにそうなんですけど、うまい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。気をつけていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。というわけで2日目になりました。昨日は観光地メインで宮古島のいろいろな魅力っていうのをお伝えしてきたんですけど、今日はこれから宮古島の中心部の方に向かっていって、この島で実際に起こっている問題だったりだとか、島の人々が一体どういう風に生活しているのかっていうのを皆さんにお伝えしていこうと思います。でやっぱり昨日のゲストハウスのオーナーの方が話してくれたように、僕がいただいたコメントおおむねその認識で合っているっていう感じでお話しされていたので、やっぱりね、この宮古島は様々な問題を抱えていて、でも別にその問題があるから、悪い側面だけじゃなくて、もちろん観光客がたくさん来ることによってこの島自体が潤うと思いますし、島自体が急速に発展していく中でやっぱり裏側で問題っていうのは発生していて、これやっぱり過去の日本のバブルとかと似たような感じで、急速で発展する裏側ではいろいろと問題が発生している。そう考えると、この宮古島ももしかすると本当に多少バブルっぽい香りはあるのかもしれないです。昨日のオーナーさんの話がもうだいぶ濃すぎて、もうね、これ帰っていいんじゃないのかなと思うぐらいたくさんお話ししていただいたんですけど、やっぱりそこはしっかりいろんな人の意見を聞きながら、実際どういったことが起きているのかっていうのを皆さんにお伝えしたいので、そこはねしっかり僕が調査して皆さんにお伝えしていきます。この日は車を走らせ、宮古島の中心部である平良の方に向かっていきます。次はちょっと宮古島のスーパーの方にやってきました。多分ね、ここが宮古島で一番大きなマックスバリューだと思うんですけど、物価とかどんな感じなのかな。マックスバリューの時給見てるんですけど、宮古島のマックスバリュー結構時給高いな。1220円か。学生でも時給1000円超えてるのでかなり高そうですね。こうやって見たらパイナップルとかめっちゃ値上がりしたな。昔僕沖縄旅行来た時ピーチパインとか1個298円ぐらいで買えたんですけど、もうすでに2倍以上になってんのか。普通のパイナップルも多分2倍ぐらい値上がりしてますね。本当に物価上がってんな。でも他の普通の野菜とかはそこまでめちゃくちゃ値上がりしてるっていう印象はなくて、
まあちょっと上がったかなぐらい。宮古島だから特別安いとかそういうのはなくて、やっぱ他の地域と同じぐらいの値段には設定されてますね。やっぱりマックスバリューチェーン店なので、地域によってそんな価格差が起きないように調整されてるのかもしれないですね。卵嘘みたいに高いな。卵今1パック300円ぐらいすんの？マジか。昔1パック100円ぐらいで買えたイメージだったんだけど、すごい高いな。これは宮古島だからなのかな。でもやっぱり卵ここにしか置いてないから、本当に1パック300円以上するんだ。高っ。というわけで今宮古島のダウンタウン平良の方にやってきたんですけど、さっきまで見ていた海とかリゾートエリアとはかなり雰囲気が違います。ここは観光客が遊びに来る場所っていうよりは、実際に島の人たちが買い物をしたりだとか仕事に行ったり生活をしている場所という感じがします。今回のテーマを考える上では、こういった風景を見るのも非常に大事だと僕自身感じています。でこちらに巨大な建物、今工事中なんですけど、こちらは旧平良市役所ですね。こちらの建物は1993年から2020年まで約27年間使われていたんですけど、新しい市役所が完成してからこちらは使われてなくて、今後はもうこういった形で開発されて、宮古島の住民と観光客が交流する場を作り、新たな価値を生み出しますということで、こういったね綺麗な大きなビルに生まれ変わるみたいですね。こちら側には小学校と幼稚園が一緒になった建物がありますね。この建物もすごく大きいな。児童数どのぐらいいるんだろう。かなり大きくて立派な小学校幼稚園ですね。やっぱりこの平良はこの宮古島のダウンタウンということで、結構ね大きめのマンションどんどんとやっぱ立ち並んでますね。すごい綺麗なマンションがたくさんで、もともとこういった大きい建物っていうのはこの辺りになかったっぽいんですけど、こういったねどんどん開発されてますね。うわすごいな宮古島。でも本当にこの辺りは観光地というわけじゃないので、道もね全然人が歩いてなくて超歩きやすいですね。うわここめちゃくちゃ味あるじゃん。なんか夜飲み屋とかやってんのかな。また夜の様子もお見せするので、またどういった風に変わっていくかっていうのも楽しみですよね。ここも何か飲み屋とかのビルっぽいんだけど、意外に3階のテナントとか空いてるな。やっぱり昨日伺った話だったら、店の入れ替わりものすごく早いっていう話されてたので、もしかしたらああいうところもお店入ってたけどすぐ抜けていったとか、そういったこともあるかもしれないですね。ここも新しいマンションが建設されてます。すごい大きい。宮古島で一番高いんじゃないかくらいのビルですよね。こういったやっぱ新しく作られたマンションとかの値段は結構高いらしくて、こういうところが 1K で10万円以上いくみたいですね。でも本当にこれ綺麗だから下手したら十数万とかいくかもしれないですね。ここが多分飲み屋街になるのかな。今は日中なので全然お店とかやってないですけど、こういったお土産屋さんとかは開いてますね。やっぱりコメントにもお土産屋さんすごいたくさんできたって書いてあったので、こういったところにお土産屋さんがあって、この辺り中心部なのでもう全ての建物にしっかりとお店が入っていて、全然ね空きテナントとか想像してたより相当少ないですね。観光客の需要に応えるためにこういった感じでたくさんお店ができてるんだな。でもやっぱりこうやって見てると看板結構新しいお店が多くて、ずっと昔からやってるっていうよりはここ5年ぐらいで入ってきたお店が多い印象を受けますね。こんにちは。じゃあよろしくお願いします。ちょっと案内しますね。わかりました。ありがとうございます。簡単に、キッチンは自由に使ってください。こう使えるんだ。はい。食器とか使ったら、はい洗っていつも布巾機がここにあるので、はいわかりまこれでした。拭いて元に戻してください。はい。で、宮古あんまり水道水飲まない方がいいみたいなんで、ちょっとここから大げさわからない。がっつり飲んでますわ。なんかね、はい。ちょっとぐらい飲むにはいい、別に問題ないらしいけど、日常的に何年もずっと飲むのはダメ体に良くなんですね。ないらしくて、じゃあウォーターサーバーで飲みますわ。石灰が入っている。そうなんですね。鶴味噌はい建物が見ての通りすごく古いんで、はい足音とかドアの音とかすごく響くんで、はい。できるだけそうわかりましたお願いします。はい。どうぞありがとうございます。いいですね。この日宿泊するのは宮古島の平良エリアにあるゲストハウス鶴見荘です。鶴見荘は飲食店やお土産屋さんが並ぶメインストリートからも近く、宮古島を歩いて見ていく今回の旅にはかなり便利な場所にあります。宿泊料金はドミトリーが1泊3000円から、個室が1泊4000円から、リゾートホテルが増えている宮古島の中ではかなり気軽に泊まれる宿だと思います。
建物は貴重な2階建ての琉球建築を生かしたもので、なんと戦後2年に建てられたもの。新しくて豪華なホテルとは違いますが、玄関を入った瞬間からどこか懐かしい雰囲気があります。畳の部屋、木の階段、少し年季の入った廊下、なんというかザ・日本の夏という感じで、子供の頃の夏休みを思い出すような空気があります。本当になんか一昔前の日本の雰囲気のある家で、ゲームの僕の夏休みの中に入り込んだかのような素晴らしい味のある宿です。今回いただいたコメントの中でも最も気になったのは家賃の部分で、昨日のインタビューでも所得は決して高くないけど家賃だけが上がっているっていう話がありました。で、調べてみると宮古島市の平均所得は約250万円ぐらい。その収入で家賃が10万円とかだと生活するのかなり大変だと思いますし、5万とか6万円でもかなり生活が逼迫すると思います。観光で島全体のお金が増えているように見えても、それが実際に住んでいる人の暮らしやすさにつながっているのかどうか、ここは少し考えないといけない部分だと思います。今回宮古島市にある不動産会社、4つぐらいにちょっと連絡取ってみたんですけど、今どちらからも返信をいただいていない状態なので、ちょっと正確な情報はお伝えできないんですけど、住みたい人がいるのにそもそも住宅の数がかなり少なくて、その需要の増加でそもそも家賃とか上がっているっていう可能性もありますし、新しく建てられたマンションとかだとそもそも建材費の高騰であったりだとか、人件費の高騰によって建物とか土地を買う値段が上がってしまったことによって家賃も結果的に上がってしまうっていう現象も起きていると思っていて、実際に宮古島市の資料を確認してみると、賃貸物件の不足であったり、家賃の高騰、あと地価の高騰、あと建築単価の高騰が課題として挙げられていました。また若者向け市営住宅の募集でも、民間賃貸住宅の家賃の高騰によって住まいを確保しづらい若者向けの支援もされていました。つまりこの宮古島の住宅問題っていうのは単なる噂ではなくて、公的資料の中でも取り扱われる問題となっています。今ちょっと宮古島の物件、アパマンショップさんのサイト見てるんですけど、やっぱりね、結構家賃高いですね。1K で 8.5 万とか、1K で 10.5 万とか、もちろん建物の新しさによって値段は変わるんですけど、どれだけ安くても5万円切ることはほぼないですね。やっぱ 1K で10万円いかなかったとしても、8.7 万とか 9.2 万は、宮古島に住む人からしたら相当高い部類だと思いますね。築54年の物件で月4万円とか、こういった感じになってるっぽいですね。でも今これ見てる感じだったら物件の数がものすごく少ないから値段が上がってるっていうより、やっぱり家賃が高いところは借りる人があんまりいなくて、そのせいでこういった家賃の高い物件だけが目立っているっていう可能性もなんかあるような気がするんだよな。やっぱりみんな安いところに住みたいと思うので、結局宮古島にこんな家賃高い物件作っても、借りる人の数がそもそも少ないんだろうなって、なんかちょっと今感じますね。うまいっすよね。ちょっとカメラだけつけて。イエーイ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 。マジですか。いただきます。これバブルっていう言い方で言ったら、宮古ってもうすでに戦後からあるの。あ、そうなんですね。そう、なぜかというとそういう煽りを受ける場所、そういう風潮の場所なんだよね。まず戦争が起きても唯一宮古だけは地上戦がなかった。西表も含めてだけど、だから戦後終わってから米軍とかがこっちに来て遊びに来ちゃったりとか。そうなんです。そう、ここの建物は戦後2年の建物なの。それだけ復興して復旧していく速度、でここが唯一のこの平良の中で2階建ての赤瓦で建てられたここ豪邸だったと。今ではもう全然ねあれだけどまだ残ってる。実はここの場所ってもともとここ全部赤線街だった。あ、そうなんですか。そう、全部赤線だって言われてた。昔は平良港が、そう平良港の港に船でしか来れなかった。飛行機なかった。そうなんだ。だから米軍がたくさんやってきて、ここには娼婦たちがいっぱいいて、そうなんだ。こっちだよこっちだよって客引きをして使っていた場所なんだ。場所なんですね。それって宮古島からしてみたらバブルだよね。そうですね。確かに最初のバブルなんだよね。最初ですね。しかも円で取引したらドルだった。ここドルだったんですか。ドルだったんだよ。沖縄はドルだったんだよ。また何年かして返還されて、そうだけど宮古はそこからたくさん観光客が訪れるようになったけれども、やっぱり島の風潮が強かった。なぜならば八重山とこの沖縄ってルートが
ちゃんと備わっていたんだよ、もともと船の、あと飛行機がだんだんできてきて、統計でも宮古ってずーっと遅れてたの。島としてはもう全然変われなかったの、事情が見過ごされてた島だったから、秘境と呼ばれている感じだったんだよね。それに対して宮古島の中でやっぱりバブルが起きるの。バブルってすごくいっぱいあって、今宮古は第4バブルと言われてる。4回もあるんですよ。そういうことなのこのバブルっていうのは俺の中ではね、宮古島が潤っているかどうかのバブルじゃないのよ、今までは宮古島が潤うバブルだったわけ、そう、なぜならば全てに分配されていたから、まあもちろん農家も漁業も確かに恩恵をそこまで受けてはいなかったと思う、特に農家は、でも漁業は観光客が増えるごとに魚が売れるようになったよね、だけど今のバブルは建築バブルと、土地の爆上がりバブル、そうだけれどもこの島ってバブルだろうがなんだろうが、補助金の島なんだよ。補助金の島なんですね。要するに補助金なしでは生きていけなかった島だから、誰が得をするのか、誰がそのお金を作るのか、国のシステムってそういうもんだから、だからバブルを作っているのも誰だろう本当にすごいですね。テレビ番組みたいな。めちゃくちゃだってそうじゃない？すごい入ってきます。ここの今じゃあ最大でかいホテル、ね、シギラユニマット、東急リゾート、星野グループ、星野グループ、シーウッド、今ローズウッドまで来て、ヒルトンまで来てるんだよ。ヒルトン、おお、JAL しかり JTA、もう癒着しかないよね。で宮古島市だよね。どの党かなって言ったら、沖縄本島を比べてみたらもうほぼ自民党系列だよねってなってくるよね。だからとてもお金をさばくのが上手なの。どんな建設業者が入ってるかなって周りを見てみれば、わーわーわーみたいな横並びじゃんね。だからそういうバブルだよっていうところには必ずそういうものがやってくるんだよ。これは本当の話だけど、ごめんね、俺の商売はどっちでもあるわけよ。辛い部分もあるけど、いい部分でもある。そうですね。なぜならば観光業をやってる。そうですね。でもかといって宮古が衰退することはまず今はないだろう。ないと思う。ガクンとくると思うよ、一旦また。いつかは。でも俺宮古今住んで16年目だけど、その間にいっぱいあった。波があったんです。今俺の中では3波来てるね。でも必ず恩恵は誰にでもあるはずだから、これをチャンスと捉えるか、いやもちろんでも逼迫してる人もいるんだよ。俺はそれも何人も見てる。そうなんですね。大概でも家賃が高くなったとこなんて新しいとこだけだよ。古いところは全然変わんないよ。変わってないんですか？全然変わんない。そうなんですね。要するに知らないだけ。それはそうでしょう。こんなね物価が高いところでバーンと建てた家で高い土地でね高い金払ってね作った場所なんだから、その人たちだって金もらわなんてなって。僕宮古16年住んで見てきた背景かな。たくさんの人と出会い、たくさんの人が死んでったよ。おじおばあたくさんの人と出会った。サトウキビも手刈りで頑張った時いっぱいある。ハーベストもなかった時代ね、漁師ももうこんなボロボロの船で行けるのみたいな、そういう時代だって変わっちゃったなとは思うけど、変わらないものはない。自分の心も含めて。だからいいようにね変われるようになったらいいけど、まあちょっと寂しいかな。やっぱそう感じますか。そうやっぱり何か遠くに失ってしまったような。宮古島のこの急速なその観光地化とか発展がバブル崩壊前のそういうのちょっと若干似てるんじゃないかなって感じてるんですけど、それどう感じますか？でもさ、これはさ多分宮古よりも内地の方がよっぽどあるんじゃないかなって俺は思う。こっちはバブルっていうよりはあれが多いよ、過疎化。これ島の風潮なんだけど、結局宮古って大学ないよねとかで就職場所少ないよねってなるからみんな出ていっちゃう。でみんな内地で女性と出会ってとか、男性と出会って結婚するっていう人もいるし、なんか商売やっちゃうよみたいな、長く住んじゃったら帰れないよみたいな、出戻りしてくる人たちっていうのは結構少ない。もう一回出たらもう帰ってこないんですねっていう人も多い。おじいおばあだけ残ったけど死んだら、今もう土地しかないよみたいな。だから今もうバブルだろうみたいな。まだガキの頃なんてもうこんなの二足三門の家だったのに、今だったら2000万3000万で売れるんだから金に帰っとけみたいな、っていう人もたくさんいるさね。でもそうなってそれを売った時点でもうそこの家は途絶えるんだからね。そういうのが多い。
パッとそこに、今建物が建ってるけど、今もうすでにこう7年状態なんですよ。放置してあるってことですか？そういうこと作らずに。作ってるよ。要するに何度も何人もオーナーが変わってるんですか？そういうこと。宮古いっぱいある、そういうところ。売って買って売ってみたいな。宮古って資本を当てる場所じゃなくて、税金だよね。やっぱそういう人多いですね。税金を当てる場所なわけよ。例えば儲けすぎちゃったよとか、税金の逃がし場所。そういうこと。税金を逃がした場所を欲しいわけだよ。例えば法人だったらよ、持ってかれるよりさ、買って作った方がいいさ。だけど時価も上がるじゃん。そういうやつが増えれば、最初は安かったから買いましたってやつが1人じゃなくて100人いましたってなったら、その100人をやらなきゃいけないのは宮古島の企業なわけですよね。そうなると取り合いになるよね。分かった、じゃあ日当1万5000円でもうやっていいよ。何言ってんの、うちはもう1万6000円でいいさ。ね、いや何言ってんの、うちは先にやってよって1万7000円、どんどん跳ね上がるよね。これをなんていうの、建築ですね。だよね、っていう話になるよね。そうなってくると、いくら税金で買ったからとて、ちょっと待ってよ、材料費とか人件費とか上がりすぎた高くないみたいな、作れなくないみたいな、採算取れなくないみたいな。だって土地は買ってゼロから始まって作るやん、めっちゃ高いみたいな。コンクリートやっぱり 2.5 倍ぐらいするんだけどみたいな、嘘でしょみたいな。換算できるじゃん、内地のコンクリートと。宮古めっちゃ高くないとか、もう足元見てるわけよ、コンクリート会社も。うち今コンクリートないんだから買ってくれんのみたいな。2.5倍みたいな、買ってくれちゃうみたいな。うわー買いますって手挙げちゃった人、買いました、作りました、やべえめっちゃ負債残っちゃってんだけどどうしようってなるよね。で、そしたらもう早く売りてえなってなっってなるよね。じゃあ売りてえなってなるよね。じゃあどうなる。でももう作りました、コンクリートを買った、なんとなくできた、でもお金投資しちゃった、例えばじゃあいいよ、全部土地含めて3500万で土地とか購入しました、外面作りました、やべえ4000万かかっちゃった、プラスだったら7800万になっちゃった、どうしよう、売らなきゃいけないよね。7800万だよ、でも宮古島ってバブルだよね、どんどん上がってるからだよね、採算取れるってやつも現れるわけよ。社長俺次は行きますみたいな、買っちゃうよみたいな、売れんのお前売れんのみたいな、じゃあ6500万ぐらいでいかがですかみたいな、じゃあまあちょっと損はしたけどみたいな。でもこのまま行ってやるよりは、もうこっから行ったらもう1億超えるでしょってなっちゃうやつも先駆けだから、いやじゃあもういいよ、じゃあ7000万売りました、7000万買いました、何も状況知らない、待って職人クソ高くねみたいな、嘘でしょ作れませんみたいな、やばみたいな、やりました、1000万2000万が投入しました、1300万ぐらいかかるんだけどみたいなでなるよね。一旦やりました、塗装までしましたね、もう9000万ぐらいまで跳ね上がってます、あと3000万ぐらい投資しないとできません。うろ怖すぎる。やばいよね。やばいよね。俺が知ってる限りでは4回回ってる。職人も何作ってるか分かんない。俺ら3軒、まあ大丈夫。これ一昨年来たとこなんだけども。確かにそういうことですよ。そういうこと。本当に昔のバブルのようなことは実際にこれ起きてるんですね。起きてるんだよ。実際に起きてるんです。だから泣いてる人いっぱいいんだよ。というわけで夜になったので夜の街も散策していきたいと思います。なんか話を聞いた感じだったらこの夜の街もかなりすごいことになってるらしいのでちょっと楽しみですね。この辺りが宮古島のダウンタウンの夜の街なんですけど、やっぱり結構人いますね。すごいな。大通りもこんな感じで、一応ね今日平日の夜10時ぐらいなんですけど普通にめちゃくちゃ明るい。あそこにもすごい楽しそうな居酒屋があって、こっちの方が多分一番すごいんじゃないのかな。うわ、宮古島の夜10時でもこんなに賑やかなんだ。すごい。もしかしたら今日平日なので休みのお店あるかもしれないんですけど、結構いろんなお店開いてますよ。中見てもお客さんたくさん、こんな人たくさん歩いてるんですよ。宮古島の平日夜10時ですよ。これ休日とかだったらもっとすごいんだろうな。お土産屋さんとかも夜10時までやってるし、まさか宮古島の夜にこんな景色があると思ってなかったな。タクシーもこの数で何台待ってんの？ 1,2,3,4 すっごいたくさんタクシーある。こんなにやっぱ需要あるってことですよね。ここで視聴者の皆さんに少し謝らないといけないことがあります。
本当はこの後宮古島の夜の街をもう少し詳しく撮影する予定だったんですが、先ほど宿で晩食していた方たちとそのまま飲みに行くことになり、夜の街の様子を細かく撮影することができませんでした。ただ実際に夜の平良を歩いて居酒屋にも入ってみて感じたのは、宮古島の夜の街は思った以上に普通に楽しめるということです。もちろん観光地なので観光客向けのお店もありますし、昔と比べれば値段も上がっているのかもしれません。でも僕が実際に入ったお店に関してはものすごく高いという印象ではありませんでした。一方で少し意外だったのは、夜遅くまで開いているお店ばかりではなく、早めに閉まる場所も結構多かったことです。巨大リゾート地のナイトスポットというよりは、地方の街にある飲み屋街に近い雰囲気で、観光客も地元の人も混ざりながら、それぞれ夜を過ごしているように感じました。今12時ぐらいの宮古島の中心部歩いてるんですけど、予想よりめちゃくちゃ静かでもやっていらっしゃるお店も結構あって、やっぱ夜の街結構栄えてますね。最初は宮古島観光バブルすごいから、こういった夜の街も結構栄えてるんだろうなと思ったんですけど、本当に結構しっかりした夜の街があって、やっぱすごいなって思いますね、宮古島。浴びないです。浴びた方がいい。というわけで今回は宮古島にやってきました。まず一番最初の感想は、マジで宮古島最高です。やっぱり数多くの自然が残っていて、宮古ブルーと言われる本当にびっくりするぐらい綺麗な海が残っていて、人も温かくて、本当にね素晴らしいところです。いや、宮古島ね本当に大好きになりました。でもこの宮古島は観光客が増えていく裏側でいろいろな問題っていうのが発生していて、実際に家賃がかなり上昇していて家を借りられないとか、ホテルの数がかなり多くてお客さんが奪い合いになってるとか、あと飲食店もお土産屋さんも同じで、外から入ってきた企業によって昔から商売を営んでいる島の人たちが少し影響を受けたりとか、そういった裏の事情っていうのもあります。本当にこの宮古島観光バブルと言われるだけあって、本当にそういった部分の投資とかすごい活発になっていて、本当に一昔前の日本を見ているような、そんな気持ちになるような状況になっていて、この先本当にこのバブルが崩壊するかどうか、僕は全くわからないんですけど、ただ一昔前の日本と少し似たような雰囲気を感じるので、自分の心の中では少し心配だなという側面もあります。でも本当にたくさんの観光客がこの宮古島に魅力を感じるのはすごく分かりましたし、今回実際に訪れてみて本当に皆さんにお勧めできる島だと思いました。ただ僕はものすごく沖縄が大好きで、この沖縄の雰囲気とか空気感っていうのがものすごく大好きなんですよ。だからこの先この宮古島がもっと観光化が進んでいって、たくさんの開発が行われたとしても、もうこの美しい海とこの雰囲気だけは絶対に壊さないようにお願いしたいと思います。喋りたいことが多すぎて多分30分ぐらいかかってしまうので、ここで締めさせていただきます。宮古島本当に最高でした。皆さんもぜひ機会があったらこの宮古島訪れてみて、この素晴らしい大自然を体に感じてみてください。今回の動画が面白いと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。